こんにちは。今回はこちらのコースターを編んでいきます。シンプルな模様編みでしっかりした編み地になっています。前回のカゴバッグの編み方を平面に編んでみました。今回は縁編みなしで簡単に作れます。よかったら編んでみてください。では今回はこちらセリアさんで購入したロアンで編んでいきます。カラーナンバーは12番で、使用かぎ針は4号から5号になっています。今回は作り目の鎖編みを5号、そして1段目からは4号に変えて編んでいきます。では今回は2目1模様なので、作り目の鎖編みを偶数で編んでいきます。鎖編みは1号太めの5号で編んでいきます。4号で少し大きめに編んでも大丈夫です。では、最初の作り目を作って、ここから鎖編みを編んでいきます。1、2、3。では、24目で約11センチ編んできました。では、1段目ですね。ここからは針を4号に変えて編んでいきます。では、鎖1つで立ち上がったら、この鎖目をくるっと裏にして、2つ目の裏山から拾って、細編みを1段編んでいきます。この糸の出ているところのすぐ下の、ここのポコッとしたところ、ここが1つ目の裏山ですね。なので、1個目、2個目、ここが2個目ですね。ここから拾って編んでいきます。1個目、2個目、ここですね。2つ目の裏山から拾って、細編み。ここが最初の細編みですね。ここは次の段で最後に拾って編むところなので、細編みの頭にマーカーをつけておきます。そしたら次の裏山に針を入れて、細編み。また次ですね。こんな感じで一つの目に一つずつ端まで細編みを編んでいきます。では端まで編んできました。細編みが24目になっています。では2段目ですね。ここから2目1模様で編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がったら裏にして、毎段2つ目の細編みから拾って編んでいきます。足元のここが1つ目ですね。なので1個目、2個目、2つ目の細編みの頭、毎段ここから編んでいきます。ここに細編み。そしたら今回は次の段で最後の目がわかりやすいように、最初の細編みの頭にマーカーをつけて編んでいきます。細編みを編んだら、この下の細編みの足の2本が入っている、ここですね。この作り目の鎖編みのところですね。2本のところ。ここに針を入れて、2つ目は中長編みを編んでいきます。針に糸をかけて、ここのすぐ下のところ、この2本のところに針を入れて、糸を引き伸ばして、そして中長編み。これが一模様ですね。そしたら次を飛ばした次。細編みの頭に針を入れて、そして細編み。針に糸をかけたら、ここの下ですね。
この細編みの足の位置に2本が入っている、ここ、ちょうどこの鎖目のところですね。ここに針を入れて、糸を引き伸ばして、そして中長編み、次を飛ばした次、ここを拾って細編み、かけて、ここのすぐ下のところ、ここに針を入れて、糸を伸ばして、中長編み、次は一つ飛ばした次。わかりにくいときは、ここの中長編みを編んだところの次を飛ばした次の上ですね。ここに針を入れて、細編み、かけて、ここのすぐ下のところ、ここに針を入れて、糸を伸ばして、中長編み。こんな感じで端まで編んでいきます。では3段目ですね。鎖一つで立ち上がったら裏にして、この段も1個目、2個目、2つ目から針を入れて、細編み、中長編みと編んでいきます。この段からは前の段の細編みに編んでいきます。この長い糸があるところが中長編みですね。ここが中長編みの頭。なので、ここが細編みですね。細編みの足が1、2と見えている、ここが細編みですね。細編みの頭に細編み。そしてこの細編みの足の2本の入っている、ここの足元の穴ですね。ここに中長編みという感じで編んでいきます。鎖一つで立ち上がったら、ここですね。ここが細編みですね。ここの細編みの頭に針を入れて、細編み。ここは一番初めなので、マーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、ここの細編みの足の位置に2本が入っている、ここの足元ですね。ここに針を入れて、こんな感じですね。そして糸を引き伸ばして、中長編み。次はここですね。この中長編みを飛ばした次。ここが細編みですね。細編みの頭に針を入れて、細編み。かけて、細編みの位置に2本の足が入ってる、ここですね。ここに針を入れて、そして糸を引き伸ばして、中長編み。次はここの細編みですね。細編みの頭に針を入れて、細編み。かけて、細編みの足元、足が入ってる、ここのとこですね。こちらから見たら、この細編みの足の位置に2本の下のところですね。ここに針が出るように入れて、そして糸を前と同じぐらい引き出して、揃えて、中長編み。次を飛ばした次、ここですね。細編みに、細編み。かけて、細編みの足元に針を入れて、糸を引き伸ばして中長編み。こんな感じで端の方まで編んでいきます。では端まで編んできました。あと1、2、2つ残っています。そしたらここのマーカーのところですね。ここに最後の模様を編んでいきます。ここに針を入れて、細編み。
かけて、ここの細編みの足元、ここですね。ここに針を入れて、そして中長編み。これでこの段は完成です。では次の4段目も3段目と同じように編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら裏にして、1個目、2個目、2つ目の細編み、ここから編んでいきます。細編みの頭に針を入れて、細編み。ここは一番初めなので、マーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、今編んだ細編みの足の2本が入っている、ここですね。ここの足元のところに針を入れて、そして中長編み。次の細編みの頭。ここに針を入れて、細編み。かけて、この細編みの足の2本の入ってる、ここですね。割と針が入りやすいんですけども、ここに針を入れて、糸を同じくらい伸ばして、中長編み。次の細編みの頭に針を入れて、細編み。かけて、細編みの足元。ここに針を入れて、糸を引き伸ばして、中長編み。ずっと同じ編み方ですね。こんな感じでしばらく編んでいきます。では26段で横幅と同じくらいの約 10.5 センチまで編んできました。最後はここの中長編みとここの細編みで、あと2目残っています。最後はここの細編みの頭と足元に編んでいきます。細編みの頭に細編み、細編みの足元、ここに中長編みですね。そしたら、ここで糸をカットして引き抜きます。では完成です。シンプルですっきりした模様ですね。よかったら編んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。